はい、どうもってないんです。本日の動画なんですけど、いつぶりかなっていうぐらい久々の洋食ですね。実際洋食というか、スイスの伝統的なチーズ料理のチーズフォンデュでございます。なので今回そんなにね、手の込んだ調理っていうのはしないんですけど、今回ちょっとだけチーズにお金をかけたというか、ちゃんとしたチーズを買ってきたので、そこら辺も含めてお楽しみいただければと思います。アルコール関係に関してアルコールが禁止とかあったと思うんですけど、あれはなんか一気飲みとかそういった油の飲み方とか、あとは概要欄に直接販売のページがあったりとか、そういった動画が対象なので、僕の場合はね、一気飲みとかは僕絶対しないので、そこはどうぞご安心ください。というわけで早速、本日も作っていきましょう。では早速作っていくんですけども、今回の料理のチーズフォンデュの主軸となるチーズからご紹介です。こちらからグリュイエールチーズ、エメンタールチーズですね。両方ともスイスのチーズで、もうチーズフォンデュの定番のチーズですね。結構海外からの輸入品の食材を扱ってるお店とか、あとは結構ワインを多く取り扱ってるお店とかに置いてあるんですけど、ちょっとレア度が高いっていうのと、ちょっと値段も高いんですよね。なので風味とかは若干変わってきますけど、普通のピザ用チーズとかでもいいかと思います。ただせっかくなので、この2つのチーズのご紹介をすると、こっちがスイスのグリュイエール地方で作られるチーズで、味にあんまり癖がないので、チーズが苦手って方でも食べやすいかと思います。で、香りとしてはちょっとナッツみたいな香りがするチーズですね。で、こういう風に穴が開いてないのがスイス産のグリュイエールチーズ。で、穴が開いてたらフランス産のグリュイエールチーズらしいです。で、こっちがスイスのエメンタール地方のチーズなんですけど、よくアニメでボコボコ穴の開いたチーズがあると思うんですけど、なんかあれがこのエメンタルチーズらしいですね。で、味わいとしてもあんまり癖がなくて、市販のとろけるチーズに一番味が近いのがエメンタルチーズじゃないかと思います。ではこれからまたチーズの準備に入ります。今これでグリュイエールチーズとエメンタルチーズが2対1の割合ですね。そうしたら一度これを一つにまとめて、チーズ 300g に対してだいたい大さじ1ぐらいのコーンスターチ。なければ片栗粉でも。これにてチーズの準備が終わりましたので、チーズフォンデュの材料を一度ここにバッと並べていこうと思います。せーの。こちらからチーズ、白ワイン、キルシュワッサー、ニンニク、ナツメグ、ブラックペッパーですね。で、ニンニクを半分に割って芽を取った状態ですね。で、このキルシュワッサーとは何ぞやって感じだと思うんですけど、結構お菓子作りが趣味な方とかはわかると思うんですけど、さくらんぼを一度発酵させて作るブランデーですね。フルーツブランデー。だいたい度数が40から 50% ぐらいあります。うまいね。もちろんカクテルにも使えますんで、もし気になる方がいらっしゃいましたら概要欄にカクテルの材料何個か書いておきますんで、なんかのご参考になれば。で、大体ケーキ作りの材料が置いてあるコーナーにありますんで、ちょっと高いけど。で、大体比率が、こことここが2対1。あとは全部適量って感じですね。ではこのチーズの本調理に参ります。あとは白ワインのアルコールを飛ばすような気持ちで、こういった木べらなんかで上下を返しながら、あとはワインのアルコール臭さが飛んで全体が滑らかになれば完成。ではここから今回の具材となるお野菜関係に参ります。
今回ご用意しましたのが、お野菜関係がブロッコリーとか人参を筆頭に5種類と、あとはウインナーとかキノコ類ですね。ではここからこういったお野菜関係を切りつける映像に入りますんで、しばらく包丁の音をお楽しみください。でですね、僕自身が異常に顎の筋肉が発達してるっていうのと、個人的にブロッコリーの茎のところのコリコリ感が好きなんですよ。だから今回は皮付きのままやったんですけど、例えばお子さんであったりとか、もしこの皮が気になるっていうことであれば、この境目を狙って切り分けてあげて、こっちの中心部分はなんか食べやすい大きさに切ってあげて、こっちは具材として使っていただいて、こっちの皮の方は食べやすい大きさというか細さにカットしてもらって、こっちはこっちできんぴらとかバター醤油炒めとか味噌汁の具にしてもらったらいいかと思います。せっかくなので今回バター醤油炒めにして小鉢みたいな感じで添えましょうかね。というわけで野菜関係の切り付けが終わりましたので、それぞれ蒸したりとかソテーしたりとかするお時間等参ります。で、今回蒸して火を通していくのが、ブロッコリーの房、茎、人参、ニンニク、ヤングコーンですね。で、蒸す時間なんですけど、こちらから5分、7分、7分、7分、5分でしようかなと思います。では蒸していこう。そしたらここにクッキングシートを1枚かませて、具材加えて、あとは沸騰してから規定の時間放置。うさげ。ではこういった感じで他の野菜もやっていきますので、また5秒後にお会いしましょう。ではここからエリンギと椎茸のソテーに参ります。では最後、今回の副菜のこのブロッコリーの皮のバター醤油炒めを作っていきましょうか。で、ここにチーズフォンデュを作るときに鍋肌にこすりつけたニンニクの刻んだものですね、これを加えて、そしたらあとはブロッコリーの皮加えて、さっと炒め合わせて、ブラックペッパーと仕上げのお醤油、ちょっと焦げちゃいましたね。完全に火加減を間違えました。まあそういう時もあろうて。あとはさらに一度ボイルしたソーセージと生のプチトマトを並べて、で定番のバゲット、そして明太フランス。はい、これでチーズフォンデュの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで
で無事に完成しました。チーズフォンデュ。今回このチーズを細かくするっていう作業がちょっと時間かかりましたけど、それ以外はパパッと終わりましたね。だから多分これがピザ用ミックスチーズとかやったらもう一瞬で終わったんでしょうね。で、結局このチーズフォンデュ、もうちょっとチーズ欲しいなとかなんか継ぎ足してるうちに3対1になっちゃいましたね。今ここに3リッターぐらい入ってます。相変わらず桁がおかしいとは自負してるんですけどね。でもこの辺が冷めないうちにパパッと食べていきますか。いただきます。なんかすごい今全身の細胞にスーッと浸透していったような感覚があった。じゃあまずどれから参りましょうかね。ちょっと冷めないうちにちょっとウインナーからいきましょうか。もうこれ間違いないやつ。最高にうめえ。個人的にはスモークウインナーよりこっちのバジル系の方が僕は好きなんですよね、チーズフォンデュには。てかチーズがうめえ。やっぱ今回ちょっとチーズにこだわったので、俗に言うピザ用チーズとかとやっぱ味わいがちょっと違いますね。味わいっていうか香りも違うかも。なんかごめんなさい、ちょっとチーズだけ食べたくなっちゃった。両方とも食べやすいチーズだから全然嫌味的なもんがないですね。で、伝わるかな。口に入った瞬間はとろっとしてるんですよね、口の中で。ただそれがだんだん口の中で冷や固まってきて噛んでいくとキュッキュッとしてくる感覚。もう顎の筋肉が喜んどるわ。じゃあ続いて同じウインナーは同じウインナーでもこっちのチーズインウインナー。なんかもうここまで来るともうチーズの暴力だよね。やっぱりバリうまいけどなんか罪悪感がすごい。じゃあ次もド定番ブロッコリー参りましょうか。いやもうこれも安定ですもんね。でもうまっ。いややっぱチーズとよう合うわ。じゃあ続いてブロッコリーの茎皮むきバージョン。もう全然硬くないね。なんか筋張ってるものとか口に残るもの何もなく、すごい食べやすい。じゃあお次が皮付きバージョン。やっぱ僕は皮付きの方が好きかな。なんていうかこの緑の皮のところに風味もあるし食感もあるし、やっぱ僕は皮付きの方が好きだな。なんならもうこの茎にそのままマヨネーズぶっかけて食いたいですもんね。うちの実家がそうでしたもんね。ブロッコリーの茎を皮ごと切って茹でてマヨネーズで食べるってやつ。じゃあちょっとこっちの大皿が見えにくいと思いますので、ちょっと配置を変えてちょっとこんな感じで参りましょうかね。じゃあちょっと僕はこれから食没のお時間に入ります。じゃあちょっとここら辺でキノコ関係いきましょうか。やっぱチーズフォンデュにマッシュルームとかエリンギってもう安定よね。もう言うまでもなくうまい。もう食感が小気味良いね。なんていうんやろうな、エリンギの表面の皮っていうんかな、皮じゃないか。とりあえず中身より外側の方が繊維が強いので、僕はそこが好き。やっぱなんだかんだプチトマトはこのままが一番好きかもしれん。じゃあちょっとここら辺でこの副菜の皮参りますか。ただ今回ちょっと焦がしちゃったんですけどね。やっぱカメラを扱いながらの調理は難しいね。
いや、ちょっと苦いけど、しっかりニンニク効いてマジでうまい。で、やっぱ皮やけ、ブロッコリーは香りがいいね。バターとニンニクには負けてないもんね。いや、これはビールだね。一気に飲みすぎだ。ちょっとここまでものすごく影が薄くなっちゃってるこちらのバケットたちと参ります。で、ついにパン切り包丁を買っちゃいました。このチーズの油を吸ったパンがマジでうまい。マジでうまいけど、さすがに今回ばかりは太りそう。では、ここら辺で今回のオプション、明太フランスもやりましょうか。いやーもうこれは間違いなくうまいでしょう。でも想像してみてくださいよ。明太子とチーズとパンよ。もう美味しくない理由が僕は知らん。おや。なんだろう。おやっとって感じ。このパンだけを食べると、ちゃんと明太子の風味とか味がするんですよ。ただ今回のこのチーズたちの香りとかが強すぎて、明太子がすごく影が薄い。なんていうかね、チーズすげえってなった。明太子が負けた。というわけで残りあとこんだけになったんですけど、実はこれこの後の締めのために残してあるんですよ。で、ただですね、もう本当はこのまんま締めまで食べてしまいたいんですけど、実は今日父親の還暦祝いと、あと退職祝いの日でありまして、大食い動画としてはもう重々ね、タブーだっていうのは分かってはいるんですけど、ちょっとこの後僕は博多に行かなきゃいけないので、なのでちょっとだけ席を外します。で、お酒の締めというのも一個かませて、これの締めにしようと思います。ただいま。いや、すいませんね。ただ無事父親の還暦祝いお祝いしてきました。いや、ベロベロでしたね。では続きというか締めのお時間と参ります。そしたらここに牛乳と生クリーム加えて、もっと滑らかに混ぜ合わさるかなと思ったらですね、分離ってわけじゃなくて、この鍋の底におこげになってた部分が溶けきらんくて、ちょっとポソポソになっちゃってますけど、ここに鶏肉と玉ねぎ、このままちょっと鶏肉に火を通して、火が通ったらここにマカロニというかペンネ、あとは適当にチーズフォンデュの余り食材並べたら、なんちゃってチーズグラタン。あとはお好みでブラックペッパーで味整えたりしながら。てかやば、安定の作りすぎ。いただきます。味自体はめっちゃうまい。ただどうしてもこうチーズがね、溶けてなかった分ポソポソしてますね。ちょっと残念。でもうまい。いや、てかこの時期にこれはぬくもるね、体がね。で、今回こんな感じにしてもうまま食べちゃってるんですけど、これ耐熱皿に入れて、パルメザンチーズ振って、で、オーブンとかに焼き付ければもっと美味しくなるかと思いますんで。僕の場合量が量なので。ではこれからまたちょっと早送りのお時間となります。また数秒後お会いしましょう。
というわけで、残りもあとわずかになってきましたね。では、ここからラストスパートのお時間と参ります。じゃあ、ラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。ただもう腹パンパンね。さすがにタイム過ぎた。で、今回いつも僕和食が多いんですけど、ちょっと一風変わってチーズとか使って洋風な感じで今回してみて、洋食もいいね。ただ本場スイスとかだと、パンとかをフォークで刺してこうチーズつけるときに落とした場合なんか目の前の方にあげるんですって。なんかそれでちょっとしたゲームもあったりしつつ、なんか家族とかみんなでこうワイワイするときに食べるのがこのチーズフォンデュらしいんですけど、どうせやったら僕もみんなで食べたかったかな。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。